県が定めている高齢者福祉の基本方針について、現場の現状に即した検討が進められています。県は大分高齢者生き生きプランを3年ごとに見直していて、今日は来年度からの素案について介護や福祉関係の団体の代表らが話し合いました。これまで以上にですね、介護人材の確保ということにですね、取り組む必要があるということが一つ。認知症高齢者の方も増える傾向になりますので、やはり地域でですね、認知症の方が安心して暮らせる体制をですね、作っていかないといけないという。話し合いの中では、若い段階から介護に関心を持ってもらうため、中高生に向けた啓発に取り組む必要性や、介護への正しいイメージを持ってもらうため、学校の先生へのアプローチの仕方が重要といった意見も出されました。今回の話し合いを踏まえ、来月にはパブリックコメントを募集し、2月にはプランを最終決定する予定です。臼杵市の特別養護老人ホーム四季の里では、課題となっている職員の負担を減らそうと、10年前から介護ロボットなどを積極的に取り入れています。しかし、職員が機械に不慣れなことや人の手で運んだ方が早いことなどから、導入後も利用しづらい課題があったそうです。そんな中で5年ほど前に新たに導入されたのが、利用者の眠りを感知する機械、眠りスキャンです。いつ誰が起きたのか通知されると同時に、職員が常に携帯している機器に音声で通知してくれるため、作業で手が離せない時でも利用者の状態を把握することができます。この人が起きてないけんまだ起こしてとか、大きな声を出したり、バタバタ走ったり、ちょっとお客様にもちょっとこう不快じゃないけど、こう慌ただしい雰囲気を出してしまってたので、今はもうないと困るものになっています。起こしてまで確認する必要はないし、それは本当にロボットが全部やってくれれば、それはありがたいこと。介護職っていうのはやっぱり唯一無二の存在だと思いますし、 AI には絶対に取って代わられない仕事だと思いますので、そこで介護の楽しさ、魅力っていうのをこう気づいて長く続けていってほしいなと思いますけどね。四季の里では、見回りや力仕事の負担を減らすこれらの機器の導入を進めていて、職員の離職率も低下しているということです。気になるニュースを詳しくお伝えする記者の深掘り。今日の担当は佐藤さんです。はい、まずは県内の高齢化率と寿命について見ていきます。県内の人口に対し65歳以上が占める割合、高齢化率は2010年には 26.6% だったのが、2040年には 38.1% まで進むと見られています。そしてこちらが大分県の平均寿命と健康寿命です。男性の平均寿命がおよそ81歳。一方で健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できるこの青の期間を健康寿命といって、男性はおよそ73歳。このグラフでは赤と青のこの差、男性で言えば8年余り、女性で言えば11年余りのこの期間が医療や介護が必要な期間となっています。こういうデータを見ると、ますますこの介護、この人材の必要性というのは実感しますね。そうですね、はい、そこで介護人材の確保や認知症患者の支援が重要になってきますが、そうした職場は大変だというイメージがどうしても先行してしまいます。そこで県は DX デジタル技術で社会や生活の形を変えるデジタルトランスフォーメーションを活用して支援していこうと取り組んでいます。特別養護老人ホームなど
198箇所で昨年度 26.8% だった介護ロボットの導入の割合なんですが、2025年度には 100% を目指そうと補助金での支援などをしています。では実際にロボットなどを導入することで現場がどう変わったのか見ていきます。先ほど VTR でも紹介しました臼杵市の特別養護老人ホーム四季の里では県内でも特に力を入れている施設です。10年ほど前からさまざまな介護機器の導入を積極的に進めていて、特に職員に好評なのが2018年度に全85床に導入した利用者の眠りを感知する眠りスキャン。眠りスキャン、はい、これは音声で職員に通知があるということなんですが、どんな音声なのか VTR をご覧ください。104、3、微小検知があります。14の1、3、微小検知があります。はい、このように利用者がベッドから起きると職員が持つ機器に音声で教えてくれるので、一部屋一部屋見に行かなくても誰が起きたのかというのが分かるようになっているんです。そしてスマホにはこのように表示されていて、白は食事中やトイレなどベッドにいない状況、はい、青はベッドで熟睡している状態、黄色はベッドに横になっているけど目は開けて起きている状態を表します。こうパッと見て分かりやすいですね。そうなんです。さらにですね、画面をよく見るとハートマークがありますよね、はい、この中の数字は心拍数を示していて、心拍数や呼吸の数、また熟睡した時間帯などもすべてデータ化できるので、利用者の体調状態などを家族や医師と共有しやすくなったということなんです。布団の下に敷くだけでこんないろんなデータを読み取れるんですね、はい、かなりすごい。ベッドは暑いですけど、はい、性能は高いなと感じますよね。でこういった機器の導入で職員の負担が減って離職率も低下しているということなんです。眠りスキャンを導入する前の2016年度 17.1% だった離職率は昨年度こちら 2.6% にまで低下しています。この6年ほどは毎年0% から 2.6% の間で推移をしているということなんです。そんな中、四季の里では高校生の介護研修にも取り組んでいるんだそうです。で高校生も仕事を見てかっこいいと言ってくれる言葉もあったということで、施設を管理する大塚さんに話を聞きました。介護職についてはこちら、きつい、汚いのイメージではなく楽しい仕事として捉えてもらうために今後も新しい機械を導入していきたいと話しています。機械でできること、そして人にしかできないことっていうのをしっかりと分担して面と向かってコミュニケーションを取るっていうのが今の介護現場に必要なことなのじゃないかなと取材を通して感じました。ここまで記者の深掘りでした。